はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。肉に魚に野菜、炒め物煮物、和え物スープ、隠し味、中華に和食に洋食、幅広くオールマイティに使える調味料のオイスターソース。今回はそんなオイスターソースを使って熟成肉を作ります。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した牛もも肉のランプです。ランプは腰からお尻にかけての部位です。そしてこちらが今回の相棒、オイスターソースです。オイスターソースとはその名の通り、オイスター、牡蠣を原料とする調味料です。日本では牡蠣油とも呼ばれたりします。牡蠣を茹でた汁を煮詰め、砂糖や塩、酢などの調味料で味付けをして、でんぷんなどを加えてとろみをつける製法が一般的です。発祥は中国の広東省と言われ、煮詰まった牡蠣の煮汁から考案されたという説があります。名前が似ているものでウスターソースがありますが、これは野菜や果実などに香辛料を加えて熟成させた調味料です。ウスターとはイギリスの地名であるウスターシャー州が発祥のため、ウスターソースと名付けられたそうです。焼きそばにオイスターソースをかければ広東風焼きそばになり、ウスターソースをかければソース焼きそばになります。このオイスターソースで熟成することによって、牡蠣の旨味がお肉に移り、コクが増して、さらに砂糖や塩、酢などの調味料でバランスのいい美味しい熟成肉ができるはずです。まずは網と布巾をセットしたバットに丁寧に美味しくなーれと気持ちを込めながらオイスターソースを塗っていきます。その上にお肉を置いてソースをコーティングしていきます。ある程度粘度があるので今回は塗るのが楽です。なんか高級感が増しました。ボディービルダーの人が体にオイルを塗ってテッカテカにするのってこういうことなんですかね。いつものように冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。5月病の皆さん、肉食べてストレス解消していきましょう。それでは1ヶ月経ったので開けてみます。タンニング成功です。程よくテカリがあり、ちょっとベタつきがありますが、しっかりお肉が包み込まれています。それではカットして中を見てみます。中のお肉の色は綺麗で締まりもあり、未だかつてないほど綺麗に熟成されているのではないでしょうか。すごく美味しそうで楽しみです。それではトリミングしていきます。包丁でもとても切りやすいです。今回も何もしていない同じお肉を用意しました。焼いていきます。比べてみるとオイスターソース熟成肉はフォアグラっぽい張りがあります。それではカットして食べてみましょう。いただきます。今回は青森県の BEG ブルーイングと東京のマナちゃんブリューイングのコラボ、スモークドファームハウスエールを飲んでみます。ハムみたいな燻製な香りがします。今まで飲んだことないビールスタイルです。スモークした麦芽とセゾン酵母と呼ばれる自然に発生する菌で発酵させる酵母を使用したスタイルです。燻製な香りや味が強いですが、その中でもフルーティーさも感じます。バーベキューの中でビールを飲んでるような何とも表現しにくい味です。また新しいビールに出会えて勉強になります。それではお肉を食べてみましょう。まずは何もしていないお肉です。肉のフレッシュさがあり柔らかく食べやすいです。続いてオイスターソース熟成肉です。絶妙に美味しいです。何もしていないお肉の方が肉自体は柔らかいですが、歯切れの良さで言うとオイスターソース熟成肉に軍配が上がります。繊維がほぐれるような歯ごたえで、味は香ばしさに加え旨味とコクが格段にアップしています。酸味と甘みもよくまとまっていて、何もつけなくても十分美味しいです。硬さ、味に味の濃さ、香り、バランスの良さ、トータルで考えると今まで食べてきた中でもトップクラスに入ります。また見た目だけで言ったら一番美味しそうです。肉プラス海鮮系の旨味は美味しい可能性ありますね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。オイスターソース熟成肉いかがでしたか？まだまだ可能性のある調味料ってあるもんですね。また作るのが楽しみです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。